はい、お世話様でございます。アーム産業の酒井と申します。今年でですね、営業39年目を迎える、自分で言うのもなんなんですけど、大ベテランになりました。今回ですね、私の、経験を生かして、今回アーム産業の商品を目いっぱい紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。今回、皆様方にご紹介する商品は、このアームスエージャーでございます。それとこのアームスエージャーと一緒に使うオーバルスリーブ。それと、さらに使った後に、装着しますオーバルスリーブカバー。これを今回説明させていただきたいと思います。このアームスエージャーなんですけど、商品名にアームが入っております。なぜアームが入っているかと申し上げますと、アーム産業の代表的な商品になってほしいという願いを込めて、アームスエージャーという商品を命名させてもらいました。おかげさまでですね、皆様方のご支持をいただきまして、あらゆるところから、このアームスエージャーのお取り扱いいただいております。またこれからアームスエージャーのお取り扱いを検討している皆様方に今日は商品説明をさせていただきたいと思います。このアームスエージャー、どういう商品かと申し上げますと、このように簡単な台付けワイヤーを製作することのできる工具です。そのためには、このアームスエージャーとそのワイヤーロープ径に適合したスリーブ管、これで簡単に台付けワイヤーを製作することができます。論より証拠ではないんですけど、これから実演させていただきたいと思いますので、よくご覧ください。お願いします。はい。じゃあそれでは、これより実演に入りたいと思います。実演をする機種なんですけど、この HSC350 で実演してみたいと思います。ワイヤー径 1.5 から 3.5 ミリまでのワイヤーロープを圧着し、簡単に台付けを作ることができます。実演のサイズは、この3ミリワイヤーロープ、ステンの3ミリワイヤーロープを使います。その際に必要なスリーブ管は、このアーム産業の OS の 3.0 になります。これは材質がアルミになります。この OS の 3.0 のスリーブ袋からですね、このように一つ取り出しました。こちらが3ミリ用のスリーブ管になります。このスリーブ管見てわかりますか？中がですね、8の字っていうのか、だるま型っていうのか、このような形になっておりますので、このワイヤー3ミリをこのように片方、だるま型の片方ですね。こちらの方を通していただいて、このように折り返して、はい。通します。はい。あとは、この台付けワイヤーロープの固定する比較対象物のですね、形によってですね、このワイヤーの輪っかも自由自在ですね。はい。このように調整ができます。当然、この商品の特徴なんですけど、ワイヤーの長さも自在に変更できます。このようにワイヤーの輪っかを、このような輪っかを止めたいと、固定したいと決まった場合は、ここをかしめるだけです。このかしめる際の注意点なんですけど、必ずワイヤーロープですね、最低6ミリから8ミリぐらいは、安全面を考慮して出していただきたいというところでございます。あとは、ここを圧着するのみです。この商品、ハンドルの頭部に圧着ホールが1つ、2つ、3つと、3つ穴が開いております。そこには番号が1番、2番、3番と番号が表記されております。3ミリ、このワイヤーロープ圧着するわけです。その時には、ここの3番ホールの圧着口で、縦に3箇所圧着してもらいます。今これが圧着いたします。このような状況で、縦にですね、3番ホールで圧着します。その際に、バランス化を考えますと、真ん中、中心から圧着した方が形がよくできるのではないかなと思います。はい。これで1箇所です。はい。あと両サイド、これが2箇所です。はい。あと両サイドのこの3箇所目。これで台付けワイヤーが完成いたしました。この商品の機能は、ここのかしめだけでなく、
ここにですね、両サイドにワイヤーカッターがついております。ワイヤーカッター。これは350は 3.5 ミリまで圧着できますので、両サイド 3.5 ミリのワイヤーまで切れますので、かしめた後、もう少しワイヤーを短くしたいなと言った際には、このように、このように見てもらえますかね。これ簡単にワイヤーが切れます。そしてばらけません。切り口も綺麗です。ですので、その次の連続作業のスリーブ管に装着しての、またサイドの圧着も非常に簡易的になっております。このアームセージャー、圧着、そして切断の他にですね、もう一つ機能があります。こちらにですね、安全確認ゲージをつけております。このゲージ、3ミリ用のゲージを、このように、はい、見えますでしょうか。このように、装着します。その際に、しっかりこの中に入れば、かしめが安全だというところの証拠になりますので、これでもう、ここの荷重も全然問題なく使用できますので、皆さん、そういう意味での、これはゲージがになっております。こちらの、兄弟シリーズの 600mm についても同様です。こちらに安全確認ゲージがございます。あと、ハンドタイプのこの HSC23 の場合はですね、こちらのところに安全ゲージがついておりますので、アーム産業のアームセージャーは圧着、スリーブ管をかしめる圧着、そしてワイヤーを切る切断、確認する意味でのかしめ確認ですね。こちらのゲージが全ての商品についておりますので、安心して、使用できる商品かと思いますので、よろしくお願いいたします。これからスリーブカバーをご紹介したいと思います。このスリーブカバーは、2024年の8月に、先ほど皆様方のお声があって、制作いたしました。先ほど実演いたしましてワイヤーを3ミリ用の台付けワイヤーを作りました。その際にできるこのワイヤーのヒゲですね。これがどうしても邪魔になるユーザー様の要望をいただきまして、このスリーブカバーを製造させていただきました。こちらのスリーブカバー3ミリ用になります。このスリーブカバーの3ミリをこのようにセットいたしますと、先ほどのこのワイヤーのヒゲがこのスリーブカバーの装着によってですね、隠れます。そうすることによってヒゲから守ることもできますんで、安全性も抜群になります。それと、このようにかしめたこの3箇所ですね、これをカバーに入れますと、それがスポッと隠れますので、この辺の景観も非常にこのスリーブカバーの一つの魅力かと思います。それと、先ほどちょっと紹介は遅れたんですけど、実はこのようにステンレススリーブ管がございます。昨今、このステンレスワイヤーの需要によりですね、急増によりですね、やはり同種金属の使用、これは電飾防止効果が得られるということで、同種金属を非常に使う頻度が非常に多くなってくると聞いております。その中で、ステンレスのワイヤーには、アルミじゃなくてステンレスのスリーブを取り付けたいというユーザー様がおりますので、実はこのステンレススリーブも、実は今から8年前になるんですけど、2017年に制作いたしました。このステンレススリーブも含めたラインナップもございます。当然ステンレススリーブの場合非常に硬いです。硬いですので、ステンレススリーブの場合は、この赤ハンドルのアルミ専用のカシメルスエージャーではなく、ステンレスの場合は、このようなグレーのシルバーのハンドルのステンレススエージャーを用いて圧着していただきたいと思っております。こちらのラインナップがですね、こちらの600ミリ、全長が600ミリ、このタイプですと、ワイヤー系1ミリ、1.5、2ミリ、3ミリの4アイテム。そしてこちらの、350のタイプになりますと、1ミリ、1.5ミリ、2ミリの3アイテムの圧着が可能になります。この商品の販売、また PR の中で、お客様から、この商品、どの売り場に展示したらいいのとよく意見を、問い合わせを受けます。我々アーム産業というのは、ボルトクリップ、この商品以外にもボルトクリッパーとか、パイプレンチとか、作業工具の製造メーカーですので、どうしても売り場が作業工具のゴンドラに、集約するっていうのが大体今の流れになっております。ただ、やはりこのワイヤーの量り売りをされている場合、もしくはカットワイヤー、このようなカテゴリーが集中している売り場に、このような商品をラインナップしていただきますと、一目瞭然、
お客様には、ここにこのような商品があるのかということで、また利便性がよくわかるかと思います。今、すでにお取り扱いいただいている店舗の皆様、なかなか可能ではないかもしれませんけど、もし売り場の変更が可能でしたら、このような、ワイヤーの売り場に、またこれからお取り扱いをですね、検討されている店舗の方々には、ぜひこのような、売り場の中に弊社商品の取り扱いをお願いしたく、よろしくお願いいたします。今日は長い時間ご視聴ありがとうございました。あー、疲れたー。